3つの在留資格の厳格化について議論がされております。期間の厳格化についてですね、運用とかですね、改正もですね、非常に速いスピードで行われていくかなと思います。はい、こんにちは。行政書士のユダです。2026年、日本の外国人政策は激変します。高市政権が2026年、どのような外国人政策を推し進めるのか、何がどう変わるのか、2026年に想定されている外国人政策を見ていきたいと思います。まずですね、2026年以降の外国人政策について、昨年11月に行われた外国人の受け入れ秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議において、高市総理はこのような具体的な指示を出しております。こちらですね、関係閣僚会議の実際の内容になります。1、人口減少に伴う人手不足の状況において、外国人材を必要とする分野があることは事実です。インバウンド観光も重要です。しかし、一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じていることもまた事実です。排外主義とは一線を画しつつも、こうした行為には政府として毅然と対応します。関係閣僚におかれましては、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、次の取り組みを強力に進めるようお願いします。このようにですね、述べた上で、各官僚に対してこのような指示を行っております。こちらですね、日経新聞さんの記事を引用しております。高市総理の指示ですね、大きく分けると3つあります。まず1つ目がですね、在留関連ということで、期間の厳格化、在留資格の審査の厳正な運用、国民健康保険料や医療費などの運用適正化の推進。で、2つ目がですね、短期滞在者対策として、観光客の過度な集中防止と地方分散、民泊の適正な運用。3つ目ですね、不動産取得ということで、国外居住者による不動産取得の把握、安全保障の影響や国際約束との関係の精査。このようにですね、主に3つの取り組みを進めるよう要請をしております。で、その上で、関係閣僚会議においてはですね、このように、述べております。各官僚におかれては実施可能な施策は順次実施いただき、有識者会議における議論も踏まえ、来年1月、2026年1月ですね、をめどに当会議での改定予定の総合的対応策において、基本的な考え方や取り組みの方向性をお示しできるよう、スピード感を持って検討を進めていただくようよろしくお願い申し上げますと、このように指示をしております。なので、昨年の経営管理ビザの省令改正同様にですね、早期にこのような施策が実施されることが想定されます。で、今日の動画では、この総理指示の中でも在留関連ですね、在留資格と帰化審査に焦点を当ててですね、お話ししていきたいと思います。高市政権で実現しようとしている在留関連は3つあります。まず1つ目はですね、期間の厳格化。で、2つ目はですね、永住許可をはじめとした在留資格審査の厳格化。で、3点目がですね、国民健康保険料や医療費などの不払い情報、在留資格審査への活用ということになります。ちょっと一つずつお話ししていきたいと思います。まず1点目の期間の厳格化についてですね、現在、期間の居住要件は5年でありますが、その居住要件を10年以上にしようとする案が出ております。こちらですね、日本維新の会が昨年9月に公表した外国人政策の提言で、より重い法的地位である国籍の方が永住許可よりもですね、取得要件が緩い逆転現象が生じていると訴えており、それがですね、結果として実現する可能性が高いということになります。で、こちらの期間の厳格化については別動画で詳しく解説しておりますので、ぜひそちらをご確認いただければと思います。じゃあ2つ目ですね。永住許可をはじめとした在留資格審査の厳格化ということで、現状ですね、3つの在留資格の厳格化について議論がされております。まず1つ目がですね、永住者ですね。この永住者の在留資格っていうのは、在留資格全体で見ると30種類、ありますが、
永住者が最も多く、2025年6月末時点で約93万人となっております。在留外国人全体の2割を永住者の方っていうのが占めております。じゃあ永住者の方の要件をどのように厳格化していくかっていう点なんですが、今2つ案が出ていますね。まず1つ目がですね、日本語能力要件の追加ということで、現行要件だと永住申請において日本語能力の有無っていうのは関係ないです。日本語ができなくても永住許可は得られます。ただ新しい要件では日本語能力要件の追加が見込まれております。じゃあこれ具体的に資格ベースで N4 なのか N3 なのか N2 なのか、これはまだ決まってないです。これからこれについては議論がされていくということになります。で、2つ目はですね、在留期間5年要件の追加ということで、これ何かっていうと、例えば技術、人文知識、国際業務とか技能の在留資格で、基本的に1年、3年、5年、いずれかの在留期間が付与されます。で、一般的には最初1年から始まって、1年から3年、3年から5年という形で徐々に在留期間が伸びていくような形になります。もちろんですね、本人の経歴だったり、受け入れ企業の規模感によっても変わってきますけど、一般的には1年からスタートして1、3、5みたいな形になります。で、今の要件だと在留期間3年が付与されていれば永住申請ができます。いや、そうではなくて、新しい要件では最長の5年の在留期間を持ってないと永住申請をしても許可が出ないようにしようねっていうのが案で出ております。なので今ですね、具体的な数字が出ているわけではないんですが、弊社が永住申請やる中で約7割ぐらいのお客様は在留期間3年で申請を行っております。なので、多くの方がですね、この5年要件が追加されることによって永住許可の要件を充足しない可能性というのが出てくるかなと思います。じゃあ続いての在留資格ですね。技術、人文知識、国際業務になります。永住者の次に多いのがこの在留資格になります。技術、人文知識、国際業務はですね、専門性の高い職に就く資格で、エンジニアや通訳といった職種を想定しております。で、この在留資格には大卒または実務経験10年以上などの要件があります。建設業の現場作業や工場のライン工などの現業的な作業には従事できないです。この在留資格を取るためには職種は学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動などが、定められております。なので、要は現業的な作業にはつけないということになります。一方で、実態として単純労働に従事しているケースが一定数ありますので、これについて入管は手こ入れする予定です。これ結構多いですね。入管の申請では技術、人文知識、国際業務に該当する職種としてエンジニアや通訳業務に従事すると謳って申請を行いますと。実態として該当性のない現業的作業に従事しているということがあります。これはですね、かねてから入管庁が問題視しておりましたので、今後はですね、確実に厳格化することが想定されます。じゃあ続いて留学の在留資格になります。留学生についてはですね、不法就労を防ぐため、アルバイトを許可する方法を改めます。現状の入国時に空港で申請すれば原則許可する仕組みをやめて、入管庁が就学状況などを見て個別に審査する方式への切り替えを検討していますということになります。これじゃあ何が問題点かっていうと、留学生はですね、資格外活動許可を取ることで週28時間までアルバイトができます。よく都内のですね、コンビニとか行くとレジ打ちしてる方、外国人の方多いかなと思います。そういった方たちのほとんどがですね、留学の資格外活動でのアルバイトになります。で、問題としてなってたのが、この資格外活動は週28時間しか働けないです。それをですね、人によっては大きく超えて、週28時間ではなくて週40時間、50時間働くと、本来は学業に専念するところをアルバイトに専念してしまっているという違法状態が起きておりますので、こういったところを手こ入れするということをですね、政府は目指しております。で、この留学生の資格外活動許可なんですけども、例えばですね、海外と比べた場合に、結構日本って緩いですね。アメリカの場合は週20時間に限り留学生の大学などの施設内のみで働くことができる
っていう制限があったりですね、お隣韓国では就学から6ヶ月以上経たなければアルバイトできないとか、いろんな条件が課せられております。比較的緩やかなのが日本でありますので、今後はですね、そういった諸外国の条件をですね、参考にしながら新たなですね、許可要件が設けられるのかなと思います。はい。では最後3点目ですね。国民健康保険料や医療費などの未納情報を在留資格審査へ活用するということを予定しております。これまでですね、縦割りだった入管と市町村の情報連携を強化するということを予定しております。ビザの更新変更時に未納情報がダイレクトに入管審査へ影響する仕組みが2026年にはですね、標準化される見込みになります。特に医療費の未払いや国保の滞納がある場合、在留期間の短縮や不許可のリスクが激増します。これ国民健康保険料と医療費でそれぞれ課題と対応方針がありますので、ちょっと個別に説明していきたいと思います。まず国民健康保険料の課題2つありました。外国人の国民健康保険料の収納状況について全国的な実態把握ができていないということで、こちらでですね、独自に行っている自治体に対し聞き取りを実施したところ、集計を行った約150自治体における外国人の収納率は 63% であったと。なお、同じ150自治体の日本人も含めた全体の収納率は 93% ということで、外国人は 63%、日本人を含めた全体は 93% ということで、約 30% 以上も開きがあるということが課題としてあります。一方で、これですね、把握できているところが150自治体ということで、全国的な実態把握っていうのができておりませんので、これらをですね、全国的に実態調査が行えるような仕組みを作るということをですね、対応方針として挙げております。で、2つ目はですね、在留外国人の在留審査時に、保険料納付状況を確認する体制が取られていないということが課題になっております。これはですね、入管の今変更更新申請において、正直ですね、保険料の支払いは見られてないです。なので今後はですね、市町村と連携をして、市町村で未納情報があれば入管も確認できるような仕組みを作っていくということがですね、2026年想定されているということになります。はい。じゃあ続いて医療費ですね。これ産経新聞さんの記事から抜粋しております。はい。厚生労働省がですね、令和6年9月に全国の病院を対象に実施した実態調査によると、多くは令和5年度になりますが、外国人患者を受け入れた2890の病院のうち、外国人による未収金が発生したのは 28.9% の836の病院であったと。で、発生率はここ数年でほぼ変わらないが、受け入れ病院数の増加とともにですね、未収金総額は3年度の8億8501万円から5年度の13億2835万円まで膨らんでいるということになります。日本人を含む未収金総額の 1.5% で、徐々に軽視できない金額になりつつあるというふうに言われております。じゃあこれに対してですね、どうしていくかっていうと、国は現在ですね、短期滞在の訪日外国人が20万円以上の医療費を支払わずに帰国した場合、次回の入国審査を厳格化しております。で、この基準額を令和8年度から1万円以上に大幅に引き下げる方向で検討をしているということになります。登録された外国人の再入国を拒否するなどの対応を取っていきます。で、またですね、令和9年度以降は中長期在留者も不払い情報の把握対象に含め、滞在資格の更新審査に活用する方針というような報道が出ております。なのでまとめると、今までの在留審査においては実態として重要視されていなかった国保の滞納や医療費の未払いについて、そのようなものはですね、在留審査において不利益となるような仕組みが今後設けられるということになります。はい。じゃあ最後ですね、今後のスケジュールですね、この政策どうなっていくのかっていうと、まず今月ですね、2026年1月に関係閣僚会議が開催されます。ここで外国人政策に関する方向性が固まる予定です。2026年はですね、順次施策をやりなさいと、総理指示が出ておりますので、運用とかですね、改正もですね、非常に速いスピードで
行われていくかなと思います。この動画ではですね、外国人政策に関し最新の情報をご提供できるよう努めてまいりますので、ぜひ次回の動画もご覧いただければと思います。以上です。ありがとうございました。